皆さん、こんばんは、ゆきです。皆さんこんばんは、メイです。今日は、何をしますか？先月、L が来たんですけど、まずね、それを読みたいと思います。はい。それで、めいちゃん、お願いします。はい、わかりました。では、始めます。こんにちは、またキンです。いつもメイちゃんとユキちゃんの動画を見て、次の動画も楽しみにしています。最近二人は動画をアップしてないので、ちょっと悲しいです。でも今日新しい動画があってめっちゃ嬉しい。いつも頑張ってくれてありがとうございます。そして今日の動画を見て知りたいことがあります。メイちゃんとユキちゃんの初めて見たアニメは何ですか？それとも大好きなアニメは何ですか？どうしてですか？アニメを見るときはどんなことをメインにして見てますか？ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうね、私は、7年生の時、ナルトを初めて見ましたね。そこからアニメが好きになって、今までアニメ見てます。めいちゃんはどう？私は、10歳、11歳、そのあたりから、シュゴケラというアニメと、カッカタサクラ、その二つを同時に見て、アニメにハマりました。でもその二つはただ見ただけね。あんまり好きとかじゃないけど、私が、このアニメの世界に、はい。が入るようになったのは名探偵コナンのおかげです。今も見てます。1年以上ある。それ。そうだね。めっちゃ長いやつ。そうそうそう。なるほどです。そうね。あと、なんか聞いてるのは、メインにして見てる。そうね。それはどうですか、みーちゃんは。もう声に集中してますね。集中してる理由は、自分が声優が好きだから、声に集中して声優は誰なのか当てること。それともう一つは、声に集中して何を話してるか、文法、単語、喋り方。それに集中してます。なるほど。そうか。はいはいはい。私は、やっぱりストーリーとアニメーションですね。ほうほう。自分が好きなストーリーなら続けてみるし、自分が好きなタイプじゃないならそのままで止めちゃう感じで見てます。はい。今日は私はあんまり、なんていうか気にして見てないね。ただアニメで、もちろんストーリーの方は見てる。でも私はダークファンタジー、異世界、はい。探偵みたいなね、そういう、そちらの方が好きなので、そちらについてのアニメは多分全部見てます。全部見ました。なるほど、なるほど。っていう感じで、アニメーションあまり気にしてないかな。そうね。めいちゃんは声の方ね。で、私はアニメーションの方。そうそうそう。そう、私はめっちゃ気にしてるんですよ、アニメーションね。自分が好きな、アニメーションじゃないなら、なんか、どうだろう。なんか、つまらない感じがするので、やっぱり、アニメーションがめちゃくちゃ見てる。はいはいはい。そう。はい。じゃあ、実は、今日はね、ちゃんとテーマが用意していたんだけども、それは、配給について話す予定です。ほほう。はい。そのね、私たち毎月アニメ一つのことをちゃんといろいろ話すようになってますので、で、今月は配給にしました。そうです。そうね。配給って知らない人いないんじゃない？まあ、いないんじゃない？有名だし。そうだよね。まだ見てない人もいるかもしれないですけど、聞いたことあるくらいはありますよね。まあ、そう。はい。説明すると、バレーボールスポーツのアニメなんですけど、日向翔陽っていう主人公がいて、ある日、なんか友達を、学校へ行くとき、友達を待っていて、そこで、テレビね、店の中のテレビからある試合を見てた。その、小さな巨人と呼ばれるすごい選手がやってた試合を見て、自分もバレーボールを好きになって、そこから物語が始まるんですね。そうそうそう。まず、ひなだのことを話した方がいいかもしれないですね。主人公だから。そうです。はいはいはい。そうね。それでバレーボール好きになって、中学校の時、バレーボールやりたかったんだけども、
自分が通ってた雪が丘中学校は男性のバレー部はなかったんだよね。女性はあるけど、男性はなかった。それで先生が、どうする他のクラブに入るって言って、ひなたが、いや、一人でもやります。小さな巨人になりますって言って、マジで一人で練習とかやってて、もちろん友達の泉とコーチに手伝ってもらった時とかもしてたんだけども、試合まで出たんですよね、そこで。中学校の時。そうそうそう。で、バレーボールは6人でやるスポーツなんだけど、セッター、ウィンスパイカー、リブロ、ミドルブロッカー、いろいろポジションでやるスポーツなんだけど、そういうルールとか詳しいのはひなただけで、他の5人はそういう、あと2人はさっきの泉とコーチなんだけど、泉はバスケットボールやってて、コーチはサッカーやってたんですよ。だから、バレーボールことはあまり知らないんですよね。あと3人は新しい入ったばっかりの後輩だから、もちろんわかんないし、そのまま試合に出たんだけど、相手はね、まさかの強豪と呼ばれてる北川大地だったんだけど、そこで、完全負けっていうことで、中学校のバレーボールは終わっちゃったんだよね。そうそう。で、あとは、まあ、高校になったら、カラスノっていう学校に行って、そこから中学校の時、あった影山飛びを。なんか、それ敵って言うの？敵じゃないかな。試合相手。試合の相手、そっか。試合の相手は、影山だったんだけど、高校になったら、同じ学校に行って、仲間になって、そこからいろいろ試合出て成長するっていうことで、そういうね、アニメです。なんか、試合とかもたくさんあるんですね。なんか、普通の、なんかスポーツアニメと違って、この配給は、役目試合に出る、人たちの役目もちゃんと、説明してくれるし、そしてなんか試合してる時には本当に緊張感っていうかね、どっちが勝つのかっていうね。特になんかシーズン1の、青葉城西とカラスの戦った時に本当にね、ギリギリだったね。でも青葉城西が勝って、で、カラスの帰りにね、先生たちが怒ってくれたんだね。で、そこで月島の人は泣きながらご飯食べてるそのシーンは本当に響くんですよ、心に。見てるこっちまで泣きたい。で、なんかシーズン1が、そうなったね。で、シーズン2かシーズン3くらいにもう一度戦ったんですね。青葉城西と。で、今回はカラスノが勝った。だから、ならない。なんか、青葉城西の及川たちは3年生だから、最後の試合ってことで泣いてたんですね、そちらも。そちらで泣いてたっていう複雑な気持ち。そうです、そうです。ちなみにこれね、ネタバレですね。まず。ない人いるかもしれないし、ネタバレになります。まず先に言っとくけど、ネタバレがたくさんあるかもしれないです。そうそう。はい、そうですね。さっきめいちゃんが言ったように、それがすごく好きなのよ。試合一つ一つの悔しさもあるし、その勝った人の楽しさもすごく感じるし、同じく、負けた人たちの悔しさもすごく感じるから、いろんな気持ち、いろんな感情を、感じるアニメだし、すごく好き。あと好きなのはね、なんだろう。配給は、他のアニメとは違いますよね。なんか、他のアニメは、大体は、主人公に、メインする、そういう感じなんだもう、配給はそうじゃなくて、主人公だけじゃない、他のキャラクター一人一人のこともちゃんと書いてくれて、感情とかも、ストーリーとかもちゃんとあって、それがすごくと思うよね、私が。そうそうそう。なんか、ひなたが主人公だから、ひなたばっかりじゃなくて、影山の過去、影山の目標、山口の努力で、そのピンチサーバーね、それをどう頑張ってきたか、月島のお兄さんはどうなったから、今の月島がいるっていう、全部詳しく書いてくれたんですね。キャラクター一人一人の。そうそうそう。カラスのだけではなくね、他の、学校のキャラクターたちも、そういう、
なんだろう、青葉女さんなら及川さん、いかちゃん、まあ、そういう、白鳥沢なら、牛島天童とか、そういう、猫間なら、研磨、黒、まあ、そういう一人一人のキャラクターのストーリーもちゃんと書いてくれた。あとはね、それについてなんですけど、第1期の16話に、池尻くん覚えてるかな名前は。それ。覚えてる。池尻。覚えてる覚えてる覚えてる。多分、沢村大地の友達かな。そう。めっちゃ覚えてるじゃん。そう。その時、池尻くんたちは負けたんですよね。同時に、カラスノの女性、バレブも負けたんだけど、そう。そこで、言ったセリフがめちゃくちゃ感動したんですよ。私もそれ言うと思ってた。そう。そうなのそれね、全国まで行けたやつは主役で、俺たちはエクストラみたいな感じだろうか。それでもってちょっと止まったね、セリフが。その止まってる間に、負けた人、キャラクター一人一人に顔、悔しさをちゃんと見せた後で、俺たちもやってたよ。私たちもやってたよ。バレーボールって。それがめちゃくちゃ感動した。そう。言いたいのは、ただ凶暴のキャラクターだけではなく、そういうね、負けたキャラクターのことまでちゃんと書いてくれたのがすごいなと思った。そう。なんか私にもそういう感動じゃなくて、私の方は共感できるシーンがあった。なんか、及川の過去の時ね、影山が出てきた頃、なんか、及川が頑張ってやってたことをただ見てるだけで影山ができたんですね。そこで出てきた悔しさっていうか、及川すごく、なんか、感じてたよね。なんか、一人で落ち込んでたり、なんか影山の方を殴るともしたんですね。感情に抑えられず。その気持ちは本当に共感できる。人生だからね。山あり、谷ありから。っていう感じ、勉強になった。自分が天才じゃないからの、そう。悔しさ天才と比べて。まあ、それもそうだね。その時の、及川の先生かな言った言葉もすごく感動しました。覚えてるからわかんないですけど、自分が天才じゃないから、そのまま諦めるより、自分の力がこのぐらいだけじゃない。で、自分の力を信じて、なんか、自分が楽しめる道を選んで進んだ方が、もっとマシっていう感じなんだけど、セリフは、長すぎて覚えてないんですけど、そういう感じで、それもめちゃくちゃ好きです。そう。あと、セリフと言ったらね、さっき、まだあるんですけど、武田先生の、君たちが弱いっていうことは、伸びしろがあるっていうこと。こんな楽しみなことはないでしょう。それもすごく感動した。それ初めて聞いたとき、本当だって感じましたよね。やっぱり、何かをするとき、やっぱりできない部分はありますよね。そう。だから、できない部分がたくさんあるこそ、たくさんできるようになります。だから、楽しいんだっていう。本当だなぁと感じました。そうです。はい。いや、なんか本当に、配給見ていろいろ勉強になったこともあるし、いろいろ悲しくなったこと。なんか私は、皆さんも同じく、ミャンマーの学生だったら部活とかなかったんですね。ずっと勉強ばかりだから、見てると、そういう学生時代に一生懸命頑張ってね、仲間と一緒に。で、そういう頑張ることは私になかったから、見てると羨ましいし、自分の学生時代が悲しくなったりもするんだけど、やっぱり、すごいな。確かに、そう。私もそれはいつもスポーツアニメ見るときは感じますね。やっぱりやりたいもんね。私たちってミャンマーって、部活ってちゃんとできるのは大学の時なんですけど、まあそれも大学による違うんですよね。でも他の国の人は、高校生、中学生時から、
そういういろんなことできてから、それもそうだね。いいと思うよね。韓国とかも日本もね、部活にいろんな部活があるんですね。バレーボールだったら、バレーボール中学からやって、高校になったらもう上手くなってる人がいるんですね。そこから全国大会まで出た人もいるし、出てない人もいるんですね。いろんな人があるけど、経験があったね。経験があって、あとなんか、軽音部だったら歌うんですね。もし自分がこの部活に入って、音楽について好きだったら、その道を続けられるんですね。経験があるから。でも今私たちは、なんか部活がなかったし、今から歌手になりたいって思っても、何の経験もないでしょ。だから、親とかにいたら無理でしょ。これは難しいでしょとか言われて、確かに自分のやりたいことをね、止められるみたいな感じがする。そうですね。あとなんか、日本人みんなさんは多分泳げるね。学校にプールがあるし、その授業もあるし、私はまだ泳げない。プールすら入ることがドキドキ怖いという感じもある。そこが本当に大きいだね。本当に。悲しい。確かに。悲しい学生時代でした。確かに、そう。そうだね。でも、しょうがないもんね。ここ、生まれたんだから、そうね。はい。子供は親選べないし、生まれる場所も選べないっていうね。そうね、そうね。だからといって悲しくなってるばっかりじゃいけないし、やりたいこと見つけたら、それに向かって頑張るっていうね。まだできるね。もちろん。まだ若いから。そうそう、まだできる。まだ20歳だよ。まだまだあるよ、時間は。まあ、あるね。ある。ある。